こんにちは、大輔です。こちらのですね、入国制限緩和シリーズなんですけども、5月から定期的に発信をさせていただいて、今回が第4回目になりました。実はですね、私のチャンネルの中で、特にですね、視聴回数が多いということで、皆さんそれだけね、海外に行かねばならない状況、事情をね、お持ちの方多いんじゃないでしょうか。そんな皆さんが世界各国の渡航ハードルの実際のところがね、どうなのかっていうのを短時間でチェックできる内容になっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。本日の流れはこちらなんですね。1、日本政府の渡航緩和の対象国、14カ国あります。2、観光産業を優先する国々ということでね、9カ国あります。その他、経済結びつき強い国ということで3つ国を挙げさせてもらいます。こんな感じで定期的にですね、世界各国への渡航緩和の最新情報というのをできる限り噛み砕いてお届けしますので、コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方はチャンネル登録お勧めさせていただきます。私もね、頑張って動画を撮っていこうと思います。それではですね、1の日本政府渡航緩和の対象国ということでお話をね、していくんですけども、先日の動画でお伝えした通りですね、日本政府が渡航緩和の対象国っていうのを広げ始めたんですね。第1弾がベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランドのね、この4つの国だったんですけども、第2弾がね、最近検討対象として発表されておりまして、中国、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、ブルネイ、ミャンマー、カンボジア、ラオス、モンゴル、こちらの10カ国の名前が挙がっておりました。しかしながらですね、これら緩和対象の検討対象国っていうのはいずれも今のところは自由に国の出入りができる状況とは言えないんですよね。まずはビジネス渡航ですね。その次に留学生、そして最後に観光客というね、こういう順序で各国の政府との間で交渉が進められていくということですので、もう少しね、時間がかかるんじゃないかなと思います。この中でもね、タイに関してはちょっとね、いい情報が入っておりますので、皆さんに報告をさせてもらいます。日本からの観光客の受け入れをなんとね、9月をめどに、9月を目標にして再開をされたいと、そういうね、お話がタイ政府の中から上がっているようなんですね。だからこれも要チェックですよね。それでは次なんですけども、2、観光産業を優先する国々ということでね、9つの国を挙げていきたいと思います。ヨーロッパ圏に関しては、フランス、スペイン、イギリス、ギリシャなどがですね、日本からの入出国っていうのが可能になっているんですね。その反面でドイツだとかね、イタリアをはじめとする他の EU 諸国に関してはまだね、パスポートによる入国がね、完全には許可されていなかったりだとか、入国後の PCR 検査がね、必須だとか、もしくは隔離が必須とかね、そういった条件が必要と、まだね、手続き上観光目的での出入りにはハードルがあるような国々っていうのもそれなりにね、残っているといった状況なんですね。で、ヨーロッパ圏で観光客受け入れ表明早めにしてた国っていうとね、ギリシャなんですけども、実際にね、ギリシャが受け入れ再開したものの、どうなってるかっていうとね、客入りが回復するまでにね、まだまだ時間がかかるみたいなんですよね、これ。これね、ギリシャの観光マーケティング戦略会社が行ったね、調査によるものなんですけども、この夏のギリシャ旅行の需要っていうのはね、著しくは低いという発表がありますので、まあそりゃそうですよね。そして今度はですね、8月1日には2週間の検疫ルールをね、解除しますよと、こういうふうに発表していたハワイ、皆さん覚えていますでしょうか。このね、ハワイに関しても動きがあったんですね。これね、残念ながらということなんですけど、昨今の感染状況を受けまして、8月いっぱいに関しては現在の到着後2週間の検疫ルールはね、これね、継続ということになったんですよね。もともとね、ハワイに関しては、この日本で受けた PCR 検査が有効なのかどうかっていうのも不明でしたし、7月4日にね、ホノルル市議会がハワイ州に対して延期要請を、この緩和のね、延期要請を出してたみたいなので、もともとね、先行きが暗くなっていたといえば、そうなんですけどね、やっぱりなという結果でしたね。ちょっと残念ではありますけども、致し方なしということですね。次なんですけども、モルディブとドバイに関しては過去にね、お伝えしました通り、観光客としての入国が可能になっているという模様なんですね。それではですね、最後、丸3番進みましょう。その他、経済的結びつきが強い国と
いうことで3つの国を挙げております。まずはアメリカ。相変わらずですね、アメリカに関してはパスポート入国がね、ずーっとできる国というのをキープしているわけなんですね。ただし、到着後にね、2週間の自主隔離措置が必要にはなりますので、渡航スケジュールに関しては要注意ということなんですね。よくね、僕のところにこういったご質問をいただくことがね、多いんですね。ちょっとね、彼と一緒に再現をしてみたいと思います。このね、柴犬がね、僕に話しかけてくるわけなんですよ。こんな感じでね。おいらね、仕事が1週間休めるようになったから、ようやく恋人の柴子さんに会えそうなんだよ。へえ、よかったじゃん。どこで会うの？柴子さん、今、アメリカにいるんだ。それって2週間の自主隔離期間満たしてないんじゃないの？ 1 週間しかないんでしょ？時間。え、そうなの？恋人に会うだけだから、その他はホテルではじっとしているよ。いやいや、帰国のために空港行くのもダメなんじゃない？そんなルールググっても出てこなかったから。大使館に連絡してみようかな。あなた、その前にパスポート持ってないんじゃない？人間じゃないでしょ。というね、感じなんですけどもね。すいません。ちょっとね、ふざけてしまいましたけども、こういったご質問を実際にね、何件かいただいております。中には実際に大使館にご連絡をされた方もいらっしゃってですね、結局条件が満たせずに取りやめたということでしたので、このあたりの検疫ルール、この2週間の隔離措置っていうのはかなりね、厳しめのものだと思われますよね。だから短期のね、渡航に関してはアメリカはほぼ難しいんじゃないかなと思いますよね。でね、アメリカの今後っていうのを皆さん気になりますよね。これはだからトランプさんの経済回復の舵取りと医療崩壊リスクとの、ね、バランス感については引き続き要ウォッチということなんじゃないでしょうか。その他挙げさせてもらっている香港、フィリピン、このね2国に関しても引き続き入国制限が緩和される見込みはね立っていないという状況なんですよね。で結局ね、いつになったら、日本とかね、あと各国に入国できるようになるのよってね、私にいっぱいご質問をいただく方もね非常に多くなってきました。これはね、どうしても各国の感染状況だとか第2波のね発生などの影響をもろに受けていってしまいますんでね、皆さんそのあたりが特に気になっているところかと思いますけども、こちらについてもね別途レポートをさせてもらいたいと思います。少しねこの動画も長くなってしまいますので、本日はねこれで終わりにさせてもらえればなと思うんですけども、このね世界の感染状況、渡航におけるリスクの大きさに関しては続きのね動画として次回アップロードさせていただきたいなと思います。そちらもねぜひご覧いただければ嬉しいなと思います。それにしてもね、なかなか海外の扉分厚いですよね。まだ突破できる見込みが、立ちませんというところですよね。でね、これ連日のように視聴者さんからね、僕の方にコメントたくさんいただきます。例えばね、ベトナムから日本に留学予定だったんだけども、予定をね、見直さざるを得ないという方がいらっしゃったりだとか、このベトナムの方ですけど、ベトナムにいる奥さんとね、ずっと会えてない。その方は日本にいらっしゃるみたいなんですが、ずっと会えてないと。これは辛いですよね。奥さんって家族ですからね。あとね、韓国にお相手がいる方ってもやっぱ多いですよね。ずっと会えてない方。特にですね、コロナが理由で破局寸前までね、行ってしまった方もいましたんでね。その方はね、今もう修復されて、されたということで、いつもね、コメントで状況をお聞かせいただく方なんですけどね、お聞かせいただくたびに僕はね、ハラハラドキドキ、してますよ。ね。で、あとね、介護の関係で奥様がね、フィリピンに行かれたまま、帰ってこれなくなってしまった方っていうのも、そんなね、旦那さんもいらっしゃいましたね。ただね、こちらの方も先日ね、奥さん無事に日本に帰国ができたと連絡がありましたんで、よかったです。でおそらくですね、私のチャンネルを見てくださってる方っていうのは、
こういった問題に直面されている方々がね多いと、そんなね方々いっぱいいると思うんですよ。その中のもう一握りの方に見ていただいていると思いますので、引き続き入国制限緩和についての動画は継続していきたいなと思っております。こういったですね皆さんに向けてあとねライブ配信っていうのもねスタートしてみたんですね。第1回目先日の日曜日にやらせてもらいました。で皆さんの的確なご質問だったりだとか、あとね意見交換をするっていう姿勢がねすごい皆さん僕以上にねお持ちの方が多くて、とっても良いライブになったんですよね。だからね初回としては大成功だったんじゃないかなと思っております。で次回のライブなんですけども、7月18日の土曜日、夕方の6時ですね、18時からを今のところ考えております。もしご都合つく方はお集まりいただければ嬉しいなと思います。それでは本日はこれで終わりになります。さよなら。